おはようございます。画家の小木曽です。恐竜です。久しぶりです。今日の動画はですね、こちらですね、アムステルダム、オランダのアムステルダムを描きました。どうですかしっかりと描いてみました。時間をかけてしっかりと描いた作品となっております。動画の中ではですね、オランダの代表的な作家、レンブラント、フェルメール、あとヴィンセント・バン・ゴッホを少し紹介していこうと思います。タンクトップです。ちょっと紹介できたらなと思いますので、ぜひ、ごゆっくりお楽しみください。どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。今マスキング液をホルベインさんのマスキング液をハイライトの部分に塗っていっております。とにかく明るいところに水面に合わせて塗っていくという形で塗っていっております。で今回はですね、アムステルダムということでオランダですね、オランダのアムステルダムを描いておりますけども、レンブラント、フェルメール、ゴッホといった巨匠を生んだ町ですね、ということで、少し作品とかも紹介できたらなというふうに思っております。ハイライトを丁寧に塗っていってます。ただそこまで今回はマスキングをたくさん使ったというわけではなくて、今回1回限りでございます。あとはぐいぐい描いていくという風にしていっておりますので、細かい描写等で参考になるのかなというふうに思いますので、今空の明るいところ、向こうから光が差し込んで、水面に、ですね、光が映っているという状態を描いていきます。水郷の町といいますかですね、干拓地なので水が張り巡らされているんですね。でマスキング液を完全に乾燥後、全面にしっかりハケで水を塗りました。でそのプロセスはちょっと省いてありますので、水がベタベタに塗られた状態に今生の白をジョンと塗っていきました。透明水彩の場合ってなかなか白を使わないって言うんですけど、思い切ってこのハイライトの光のとこだけは白をボーンと塗っておいてやろうというふうに塗っていっております。で今回ちょっと作品を15枚ぐらいかな、ご紹介しますけども、こうやってバスーッと向こうの空が映ってますよ。水面描く時っていうのはやっぱり何がどこにどうなってんのかということを考えて、向こうの木が映ってるから黒くなってるんやでとか、そういうのはしっかりと考えて、塗っていかれたらいいと思います。なるべく横のストロークを。で一番奥のところというのは紫色をちょっと空気遠近法的に紫色にしておきました。若干これ白入ってます。だから半透明不透明ぐらい透明水彩の白を入れていってます。あとはもしあれだったら白とかはポスターカラーみたいなのとかガッシュとかでも結構だと思います。そういった色も一緒に入れていかれたらいいんじゃないかなというふうに思います。暗い色ドバというふうに置いていきました。しっかりとですね、暗い色はある程度暗く僕は置いていくタイプの絵描きさんの方かもしれませんね。しっかりと土台をまず作るということで、向こうから光が差しているという明確な状態ですので、ドンっていう風にですね、大きくドンと置いていっております。でこの辺というのはブルーとかブルーグレーになるぐらいの感じでちょっと茶色とかを混ぜていってます。でちょっと濃厚なところというのは水を溜めてあげてというか絵の具を溜めてあげたりとかですね、もう建物全体を逆光の中に入れちゃえということで、ブルーと茶色みたいな色、そして突然出てきましたね。まさにアムステルダムが生んだスター、レンブラント・ハルメンスゾーン・ファン・レインですね。これ体調の若き、ブルメント領主ハニング・コックが副隊長のフラール・ディンゲン領主に市民隊の行進を命令するという、本当の題名は夜景という作品ですけども、一般的にはですね4メートル36ということで3メーター63、アムステルダムにこれも作品があります。もうオランダの宝ですね。
バロック期1641年2年ということなので、ルネサンスから150年後ぐらいというふうに考えたらいいのかなというふうに思います。非常に大きな作品で、アムステルダムの国立美術館にドーンとございます。非常に素晴らしい作品ですけども、これを境にどちらかというと彼はどちらかというと、破産の道へ進んでいくというふうに言われていたりします。これによってとか今いろいろあれがある諸説あるんですけどね、昔は今の作品によって、みんな同じお金払ったのに、俺だけは光当たって俺のは暗い闇の中にとかっていうふうに言われたとか言うてますけども、最近読んだ本やったらそれはあんまり正しくはなくて、実際はもう彼はすごく浪費家で、いろんなものを買ってしまうというようなところで、破産していったという、その絶頂期の頃のこれは自画像ですね。絶頂期これ、1606年生まれってなってましたから30歳絶頂期の頃30歳かな、これはいつの頃34歳の頃ですね。34歳の頃自信満々ですね。非常に自信満々に描かれた本当にいい作品だと思います。光と影をうんぬんかんぬんというふうに書いてありますね。非常に私小さい画面を見ながらですね、実はこれ、読んでいるんで文字とかを読み間違えていたりしたらすみませんね。で、向こうの光、緑の部分とかっていうのも描いていっております。かなり大胆に一層目は描いていってます。こういう感じでピピってちょっと乾いてきたなと思ったら霧吹きなどを用意されておくといいと思います。100円ショップなどに売ってあるようなものを使って私は描いていっておりますよ。緑を少し、強めに描いていく。こうやって見るとレンブラントはやっぱかっこいいなと思いますね。光と影の画家ということで、バロック期を代表する絵描きさん、カラバッジョというイタリア人の作家さんから始まった運動というか光と影のような描画方法というのはレンブラントとかにも影響を与えていったわけですね。レンブラントがこの光と影の方法を発明したというわけではなくて、どちらかというとカラバッジョというイタリア人の絵描きさんがマニエリズムという時代の中に、一人ちょっと変な天才として、現れて、その描法というのが世界中に広まっていったわけですね。カラバッジェスキといって、カラバッジェの追随者っていう意味なんですけども、いわゆるですね、今やったら誰ですか、影響力のある人で誰ですか、私たち時代やったらアムラーとかですね、これなんかは若い頃の作品ですね。22歳の作品、よくこの作品なんかは学生さん22、3歳の学生に模写をさせたりするんですけども、そんな大きい作品じゃなかったんですね。これ確か6号ぐらいの作品なんですよ。だからこれだけの小さい人物を入れているんですけども、その大きな空間を表すことができるというのがやっぱり、描画力の高さというかですね。で、作画の方は後ろの方の細かい描画に入っていっていることがお分かりでしょうか。ファーストウォッシュというかですね、一層目が描き終わって完全に乾燥した後に少しもう奥の方から光のこういうところはなるべく1発2発ぐらいで終わらせるために慎重を期しながら描いていっているということが分かりますでしょうか。ということでレンブラントの絵を見ながら描いていくというですね、なかなか新しい企画じゃないでしょうか。この町に住んでいたんですね。実際はそのアトリエというのも残っていて、私もそこに、見学に行きました。その当時の顔料なのか否か、これがやっていたんだよなんていうことで、そこの学芸員の方みたいな人に、教わりましたが、大体知ってますみたいな顔をせずに、ほーとかっていうふうに私もリアクションをしてみました。ズバッ思い切っていきますね。私のこの大胆さ、皆さんどうですか？怖いんじゃないですか？ズバッ、本当書道家のごとくという感じでしょうか。ズバズバズバ。これだけ置いてあげると画面の中で構成としてはもうぶつぶれてしまうところはあるんですけども、これぐらいぐーっと強く置くことによってですね、
ちょっと焦らすというか、自分の中でこれぐらい強く置くんだぞ、置いてそこからどうするこうするっていうのを考えるんやぞということを自分に課すんですね。また出てきました。デュルプ博士の解剖学講義という作品でございます。これは夜景より少し前の作品ですね。本当に絶頂期に描かれた作品。これならばある程度ね、顔の感じ、デュルプ博士が誰で、後の弟子さんたちっていうのもある程度分かりますよね。顔とかさっきの夜景に比べるとですね、夜景はもうかなり後ろの方の人ザザザッと書かれてたりするんで、やっぱり賛否みたいなのはあったというのは事実らしいですが、それで名声が落ちたとかっていうのはどうなのか、私もちょっといくつか本は昔読んだんですが、最近読んだ本にはそうでもなかったっぽいよみたいな感じで書かれていたりしたんですけども、それがどこまでどうなのかっていうのはですね、その美術史の面白いとこなんじゃないですか。やっぱり研究者っていうのがいるっていうことはそういうことですよね。わからないことがあるから研究するというわけでございます。そして後ろの建物の窓なんていうのを描きながらですね、少しこれもグレートーンというかですね、不透明を少し入れています。あえて入れています。抵抗感のあるようなものを早めに一発で決めたかったので、2層3層薄く重ねていくというよりは、少し不透明の白っぽいのとかを入れて、あえて、グレートーンに近いような半透明不透明ぐらいに意図的にするようにしました。その辺というのは本当に自由だと思います。もうね、私の動画をたくさん見て、も朝から晩まで見ています。あなたの声がもう本当に耳にこびりついて迷惑な話でございますという人もおられるかもしれませんが、もう自分の作品良くなればいいやというふうに僕は考えておりますので、海外の風景でこれぐらい写実的に描いたのもあまりなかったので、思い切って時間をかけて描きました。だから本当にこのぐらいの作品になると若干値段もですね、自画像が出てきました。これは最晩年の作品になります。レンブラントという人はすごく自画像もたくさん残している作家さんですね。本当にこれはもう重厚な絵の具というのがすごい特徴的で、私もすごい好きな作品の一枚なんですが、絵の具がゴテゴテゴテと乗っているのが本当にキラキラ光って見えたりとかですね、絵の具を本当に物質、絵の具と呼ばれる顔料と完成油を混ぜ合わせた絵の具という物質が本当に物に変わったというのがもうわかる一作じゃないかなというふうに思います。レンブラントっていう人はそういう絵の具については僕は本当にマジシャン的に使える絵描きさんで、とてもかっこよくてかっこつけている人だなというふうに思います。やっぱりオランダが生んだ手法という感じがしますね。で、水面もちょっと丁寧に描いていきます。大体に大きな面塗るときはなるべく大きくドンと塗ってあげて、一方こういう細かいところというのは向こうの木々が映っていたりするので、少し丁寧に描いていくというふうにしていっております。基本はやっぱり横線が多くて、水面を描くというのはですね、手前の方に来ればちょっと水平線から少し斜めが多くなってきたりとかしたりとかっていうふうに描き分けてあげてくださいね。水面を描いていっています。本当にこの辺を歩いていた可能性は非常に高いというかですね、レンブラントのアトリエというところのすぐ近くでございますね。どれくらいの距離と言われても困るんですが、歩いていける範囲内ですね。そしてこういうエッチングと呼ばれるものも非常に多く残しております。エッチングって何ですかね。版画の種類ですね。銅版画と呼ばれるものの一つです。技法の一つです。エッチングという技法があります。簡単に言うと腐食と言って、銅版ですから、銅をそこに溝を掘って、その中に腐食液というのが入り込んで、より溝が深くなる。深くしていってそこにインクを詰めていく技法をエッチングと言います。銅をガッと引っかいただけでも版は擦れるんですが、それをドライポイントと言います。でもそれではなんていうかね、ガーッと引っかいたら毛羽立つわけじゃないですか。ガッと版が銅がですね。そうすると毛羽立ったところにプレス、重い圧をかけると、その毛羽立ったものがまたへっこました部分の中に入
っていってしまうわけじゃないですか。だからドライポイントっていうのはあんまりすることができない、版をすることができないんですが、エッチングというある特殊な加工をした上に、ニードルで引っかいてその中に腐食液を、入れてあげると溝が深くなっていく。その時間とかによっても長いことやると深い線が掘れますよとかっていう時間差とかっていうのもつけたりとかしながらやっていく技法です。だからエッチングというのも少し覚えておかれると銅版画の中の一つの技法ですよと。あとはメゾチントとかねあるんですけどね、アクアチントとか。でもレンブラントに関してはアクアチントぐらいまで確かやってたかもしれませんけども、こういうエッチングという作品が多く残っております。さてこの人は誰でしょう。そうですね、フェルメールという絵描きさんではないかとされているんですね。諸説ありますよという。このフェルメールもこのアムステルダムから50キロぐらいかな離れてる距離のところに約30歳年下の絵描きさんとして頑張っていたデルフトという町にいたんですね。そこもやっぱり港町といいますか。でも大きな火事があっていろんなものが焼けてしまって、ですね彼のなんていうかですね彼自身はすごく謎のままなんですね。で作品も30何点しかないとか40何点しかないとかいうぐらいの数しか残っていないとされているので、非常に一枚一枚を描くのが時間がかかったのではないかなというふうにされていたりするんですね。だからすごく謎が謎を読んですごくファンが多い絵描きさんだから同じところにあたりに住んでいた、佐賀と福岡ぐらいの距離感ですね。だいたい佐賀と九州の方しか分かりませんね。どれくらいですか50キロっていうと、大阪と奈良を歩いたらことがありますが、あれで何キロやったかな覚えてませんが、そんなぐらいの距離感です。42.195 キロ走られた方はこのぐらいの距離かっていうふうに分かるんじゃないですか。細かいディティールも書いていってます。これは鳥持ち女という、鳥持ち女ってちょっと調べてみたら売春宿のことみたいな感じでですね、その中に絵の中に、左の方に、書いてあるのがフェルメール本人ではないかというふうにされております。なかなかその辺のですね、文献等が残っていないので、ではないかみたいなのが多いのがフェルメールの特徴ですね。で中継とかも描いていきながら窓とかの暗さみたいなのも描いていっております。細かい描写と大きな仕事を相まみれながらですね、これが鳥持ち女という作品ですね。わかりますかね。左のところにいるのがレンブラントではないかなというふうに、売春宿的なところで、こういうですね風俗画と呼ばれるものが結構ですね広がっていったというか、オランダ独自にですね、宗教画という呼ばれるものももちろん少しはあるんですが、家がすごく小さな家でもすごいお金持ちが現れてきてですね、お金持ち、貿易とかで栄えるとですね、例えば今やったら貿易で最大にお金を稼いでいる人は皆さん誰ですか？貿易かどうか分かりませんが、ジェフ・ベゾフさんですか？アマゾンという会社を建てた創業者の人なんていうのはね、大金持ちですよね。でやっぱり貿易とかそういったもので栄えていく町というのはやはり、独自の文化を育むことがあります。ベネチアも一緒ですね。で、その家大きい家やけども教会ほどの壁とかがあるわけではないので、こういった風俗画みたいなものとか生物画とかですね、そういったものがどんどんこうですね、隆盛を極めていくと言いましょうかというのがオランダの独自の文化ですね。もちろんレンブラントなんかも宗教的なキリストであるとか何であるとかっていうのは書いていたりするんですけども、それ以外の肖像画なんていうのもありますよね。でそういったものはやっぱお金持ちがある一部出てきたことによって描かれるようなことが起こってきたり、その集団肖像画みたいなものとかですね。で窓を丁寧に描いていってます。そして、超有名な牛乳を注ぐ女、これもアムステルダムにあるんですよ。行きたいですね。皆さんね、行きたいような気持ちをかきたてる動画を作ってやろうというふうに思いました。これもアムステルダムにあるという、ほぼ同じような時期にレンブラントとフェルメールはこういった作品を描いていたんだということを考えると、
ワクワクしませんか？誰もが知ってるような絵をたった4、50キロ離れたところで、描かれていたんだって思うとすごくワクワクしてくるんではないでしょうか。この作品はいろんな諸説あるんですけども、壁のところに穴があって消失点があるけども、この机自体は変な形をしているんですよとかですね、壁のところには実際その消失点を分からすために、釘の跡みたいな穴が開いているとかですね、あとは牛乳みたいなものというのは、本当は注ぎ口を見ると本当は牛乳の面がちょこっと見えてないとおかしいんですよとかですね、カメラオブスキューラっていうんですかね、今のカメラの原型となるものを使って描かれたというふうにもされている作品です。こういったフェルメールは左側からの光があってというのが本当に彼のもう定番となりまして、代名詞となっていくわけですね。その他にもそういった作品とかっていうのがあります。ちょっと今森というかですね、木々のところ少し暗くしすぎたなというので今落ち込んで悩んでいた一瞬が映っておりました。ちょっとやりすぎたというふうに思ってます。この辺のバランスというのは非常に難しいんじゃないかなというふうに思いながらやっていきました。だいたい4時間ぐらいかけたかな、もうちょっとかけたかなぐらいの感じで、これは透明水彩の中では私は時間をかけた方です。これもそうですね。これは窓辺で手紙を読む女ということですね。非常にいい作品ですよね。カーテン的な乾燥後にマスキング液を取るというふうに書いてありますね。なんかカーテン的なものがあって、今とそんな変わらないですね。リング状みたいなカーテンが使い棒にあって、マスキング液をようやく剥がします。20分経ってようやくかよっていう感じでしょうけども、友人のあの人に頼みました。ちょいちょい頼みます。この高なんとか名人に頼むことがあります。で、本当にこういう光が差していてちらっと覗き見るみたいなですね、家政婦は見たシリーズ的な構図ですね。こういう作品というのは私も大好きです。大きな作品じゃないんですよ。でもこれは30号弱25号ぐらいあるのかなという感じですね。結構小さい作品もあります。さっきの牛乳を注ぐ女なんていうのは8号ぐらいやったような記憶があります。昔模写をしたことあります。僕が18、19ぐらいの時かな、自分なりにでやったので、今とはまた全然違うんですけども、自分なりにやってみました。そして有名なこれですね、真珠の耳飾りの少女。これは日本に何年か前来ていましたね。今から20年近くも経つのかな。僕が大学生の時やったから、もしかして20年近く経つのかもしれませんが、大阪までわざわざ僕は見に行きましたね。確か夜行バスかなんかで見に行って、帰りは新幹線で帰った記憶がありますが、天王寺駅かなんかに着く東京から夜行バスに乗って行ったのを未だに覚えております。天王寺のですね、ありますよね、大阪市立美術館かなんかやったと思いますけどもね。そしてちょっとずつディティールが詰まってきたことがわかるでしょうか。細かい描写もしながらですね、少しずつ細かい描写を積み上げながらコツコツとやっていきます。青いターバンを巻く少女と呼ばれたりとか、真珠の耳飾りの少女と呼ばれたりとかですね。どっちなんですかね。私は昔青いターバンっていうふうに覚えたんですが、最近は真珠の耳飾りの方が多いんですか。ちょっとよくわかりませんが、あんまり僕も題名には興味がないというか、なかなか覚えきれないところがあります。こういう細かい窓などを描きながら完成に向けて、仕上げていっている次第でございます。左側に自転車がいっぱい置いてあるんですね。自転車ですごく移動する。とにかく道も細かいし、水路が張り巡らされているので、一番、重宝するのは自転車ということでございますね。自転車でこういろんなところに、移動していくという感じの街です。こんなん言うたらあれですけど、これはですね、デルフトという町ですね。デルフト眺望という作品です。これは大きな作品だったと思います。30号ぐらいだったと思います。僕は風景画を自分なりに描こうと思ったのは、フェルメールも描いてるからなっていうことで、なんかこう、風景画、海外の風景を描き出したのが大学の3年生の時で、このデルフト眺望というのはすごく好きな作品の一枚ですね。
構図がいいですよね。下の方にギュッとまとめて、大きな空になんか雲が少し、雨雲的なのが少しかかっている感じなんていうのもすごくいいなと思いますし、青空のとこにちょっと入ったなんかパステルのような感じで描いたような青空もすごく綺麗で、光の当たり方、影が街の中に影があったり、奥の方に光が当たったりなんていうのは本当に憧れました。で、油絵の具の物質感であるとか、手前の方に人がいる、ちっちゃく人がいる情景とか、いろんなものを加味しても素晴らしい作品でございます。そしてこのように、白を入れた黄色とか緑色とかで、明るい葉っぱとかもハイライトとして描いていって、密度を少しずつ上げていった次第でございます。マスキングで、やっぱり白く塗り残ったとこが強すぎたりするので、その上も重なったり、半分重なったり、ちょっと重なったりとかしながら、少しずつ完成へ向かってきていることがわかるんではないでしょうか。少しずつですね、このように描いていっております。点描、こういうのはフェルメールの絵とかをですね。そして次の作家さんが、さっきあれですね、アムステルダム、僕が泊まったホテル横の横あたりにはシガーバーなるものがありました。私はもちろんやりませんでしたが、合法の国というのはこういう感じなのかという感じがありましたよ。そして、フィンセント・ビレム・バン・ゴッホということで、ゴッホですね、オランダが生んだもう一人の巨匠ということでですね、時代はぐーっと遡ります。1853年ということなんで、約200年後ということですね。フランスの方で活躍していくんですけど、生まれはオランダです。その後イギリスとかでもですね、いたりとかして、いろんな挫折を味わいながらやっていくわけですね。本当に死後を高く評価された作家さんです。でもこうやって見ると印象派の影響も受けていたり、浮世絵の影響も受けていたり、いろんな人に影響を受けているんですね。唯一無二の画風ではあるんですが、これなんかは広重のですね、亀戸梅屋敷かな、ちょっと字が小さすぎて見えませんが、影響が見られるというところは見えますね。だからこういう構図なんていうのは本当にでっかい太陽ですけど、手前にドンと木があったりとかですね、という構図なんていうのはすごく参考になりませんかね。色使いも素晴らしいですね。やっぱ当時本当に色彩というものが豊かになって、チューブ式の絵の具ができて、型練りの絵の具ができた。それによって生まれたのはやっぱりこのヴィンセント・バン・ゴッホという絵描きさんでございます。アルル時代ということで、種をまく人ということなんで、ミレーの種をまく人というところからも影響を受けていることは確かだと思います。そして作画の方はいよいよ密度を上げ、最後の完成に向かってきていることがわかるんではないでしょうか。ぐいぐい描きながらですね。そして娘ね、娘っていうのはやっぱ日本語から来ているそうですよ。なかなかこれぐらいの色使いと絵の具のタッチみたいなのはですね、勇気がいりますけども、若干洋服などは平面的に、スカートかななどは平面的に書いてあるんですが、すごく色が画面の中で響き合っているという赤い色に対して、後ろのブルーグレーみたいな色もすごい綺麗ですもんね。どうですかね。鬼好評というのに、私やっていたり、もうこれが放送されている時にはもうやめてるかもしれませんが、これくらいの作品っていうのが出てきても面白いんじゃないかというのを期待したりしています。そして密度を最終的にちょっとずつ上げながら微調整を繰り返していくということですね。なんか大きな作りから少しずつ細かくなっていく。で、最後の盛り付けみたいな感じじゃないですか。フランス料理とかでなんか最後に盛り付けをするみたいな、慎重にみたいなんですね。で、これなんかはレンブラント、ミレーなどの複製とか油彩を模写などを多くしていて、こういったですね、ラザロの復活というキリストのですね、新約聖書ですかねの一場面を描いている宗教的な絵もあるということですね。これなんかは確かにレンブラントなんかの影響とかもあるのかなというふうに思ったりします。このようにですね、ゴッホなんかでもいろんな巨匠に憧れ、影響を受けっていうことを皆様に、
ね、お見せしたかったので、このように、絵描きさんの絵も載せつつ作画動画も同時にお見せするというなかなか新しい手法で今回はやってまいった次第でございます。最後の方はより細かい仕事描画というのを皆さんに、お見せしながらお別れしたいと思いますが、光のところがヒューッと光っている感じも出てきましたかね。で最後は密度を少し上げていきながらですね、窓のところの影とかですね、微調整しながら薄く薄く、描いていっております。本当に、これで、また海外に皆さん遊びに行ってみたいなとか、旅行に行きたいなとかですね、こういう絵描きたいなとかっていうふうに思ってもらえたら幸いでございます。最後は非常に細かい仕事ですが、このぐらいの感じで描いているんですよというところをちまちま最後ちょこっとお見せして、こういう作業を繰り返しながらちま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 ち面白くないぞ、暗いぞ、細かすぎるぞということで、ちょうどいいぐらいの皆さんどうでしょうか。お眠になってきたんじゃないでしょうか。私もお昼休みが終わろうとしております。ということで、今回はアムステルダムを写実的に描いてみるという動画、オランダが生んだ巨匠の絵も少し載せておいたよスペシャルということでお届けいたしました。皆様ぜひ、参考に、描かれてみてはどうでしょうか。大変そうでしょ。でも日頃描いている絵をぐっと集中力を高めてあげて、一枚に集中して描いてやるぞと思えば、これぐらいのことはできるんですよ。いや、できますよ。やれるさ。というわけで、最後はですね、ダイジェスト版も少し1分間のつけておきました。それで全体を今回はですね、ちょっと絵の方じゃない方にレンブラントとかフェルメールとかゴッホの方に目がいってしまったかもしれませんので、ダイジェスト版を作っておきました。もう一度見返してみて、大きな仕事から細かい仕事へ入っていったというところも細かいでしょうね。ちまということで、最後に1分間のダイジェスト版です。マスキング液を塗りまして、水がジャバジャバの上にじゃん大きく塗っていきながら、向こうから光が差しているような状態にしながら、ちょっと乾いたら細かい描写に入っていて、案外暗い色どんどんと置きながら、窓とか慎重に描きながら、不透明な絵の具で暗いのどんどん画面構成上右とか左とか暗い色がどの辺にあるかなというのを全体にバランスを見ながらですね、細かい描写も少しずつ入ってきてっていう感じで、完成いたしました。本日の解説は以上です。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。こちらの作品ですね、しっかりと写実的に透明水彩で描いてみた。どうですか？グーということでありがとうございます。不透明水彩もね、少し白ですけども使って、より明るいとことかを描いていって、よりディティールを詰めていったという作品になっております。皆様も少し時間をしっかりかけてですね、このように描いていったらいい作品になるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんも頑張って勉強してみてください。それではまた。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。